そんなことがあってから。3週間が経った。その日、仕事を終え、支店を出たよしおは、駅に向かって歩いていた。しかし駅前まで来ると、電車に乗る気がしなくて、そこからすぐ近くにある公園に向かった。公園のベンチに腰を下ろして、しばらくぼんやりしていた。陽子と溝ができて以来、会社にいる間は、以前と変わらず接しているが、会社の外ではもう会っていない。どうした？こんなところで。支店長の浜中だった。どうして浜中がこんなところにいるのだろう。駅前で見かけてな。ちょっと話でもしようと思ってさ。そう言うと、浜中はよしおの隣に腰掛けた。浜中が言った。根岸とはうまくいってるのか？よしおは答えられなかった。大丈夫です。うまくいってます。それが嘘でも強がりでも。できればそう言いたかった。しかし、今のよしおには、嘘や強がりを言う気力はなかった。よしおは参っていた。よしおは言った。やっぱり、ダメでした。浜中の表情が変わった。厳しい目で、よしおを見る。ちょっと来い、と、浜中は言った。先に立って、歩き出した。駅前の居酒屋だった。先ほど接客係が注文を取りに来たので、ビールを2つ注文したが、2人ともまだ口はつけていない。何があった？と浜中が言った。先ほどから険しい表情をしている。よしおは気がついた。よしおと陽子のトラブルは、浜中にとっても問題なのだ。以前浜中は言っていた。いいか、根岸と付き合うのはいいが、軽はずみなことはするなよ。あいつは一度しくじってる。もし二度目となると、あいつだって今度は会社にいられなくなるかもしれない。よしおの軽はずみの度合いによっては大変なことになる。浜中はずっとよしおと陽子のことを気にかけていたのかもしれない。そして様子がおかしいと気づいたのかもしれない。心配をかけて申し訳ない。その時よしおはそう思った。
誰かに情けない自分の話をしたくなかった。うちに来ないかとよしおが言って、陽子に断られた。たったそれだけのことだった。しかし、それを話せば、浜中は安心するかもしれない。よしおは話した。それだけかと浜中が言った。それだけです。それならいい。浜中の表情から緊張が取れる。まあ飲め、と浜中は言った。それで、どうするんだ。これからどうするのか、と問われれば。よしおには、どうすることもできない。陽子の気持ちは、陽子のものなのだ。陽子が自分を嫌だと思うなら、それを尊重するしかないではないか。初めから無理だったのかな。俺なんかには、とよしおは言った。すると浜中が言った。どうして？どうしてって。お前をダメだと思うなら。なんでお前と付き合うんだよ。あいつはそんなに嫌な女じゃないと思うぞ。そう言われてみると。確かにその通りだった。陽子は嫌な人間ではない。これまでずっと陽子は嫌な人間ではなかった。そしてその時、よしおは気がついた。自分は何かを分かっていないのかもしれない。浜中が言った。いいか、あいつは27歳の女で、それなりのことをしてきてるんだ。男の性欲については、多分、わかってるよ。お前がいずれ、それを言い出すことも、あいつにはわかってたさ。でも、あいつが今、お前の相手をしちまったら、お前との関係は、ただの、遊びになっちまうかもしれない。お前にはまだ、覚悟がないからな。覚悟という言葉に、よしおは戸惑った。陽子に対する覚悟。陽子と向き合う覚悟。これまで、考えなかった。浜中が言った。いいか？もしかしたら、もしかしたらだ。あいつはお前に責任を求めてる。どういうことか、わかるか？よしおは答えられなかった。つまり、お前はもう、ガキじゃないってことなのさ。と浜中が言った。あいつは今、考えて、もしかしたら、
不安になっているかもしれない。自分がお前の相手になれないとすると、お前はどうするのかってことをだ。例えばお前が別の女のことを考えるとか、風俗の女のところに行くとか、そういうことを心配しているかもしれない。浜中が言っているのは、陽子が義雄との結婚を考えているということだ。しかし、義雄は思った。こんな自分がこんな世の中で、誰かに責任を持つことなど、できるのだろうか。もし、結婚したら、うまくいきますかね。と、義雄は思わず言った。俺が知るわけないだろ。それは、そうですよね。義雄はそれ以上、何を言っていいのか、わからない。結婚ということを、どう考えていいのか、わからない。でも、結婚したら、間違いなく、お前は、あいつの尻に敷かれるだろうな。予想外のことを、突然、言われたような気がした。あの陽子が、義雄を尻に敷く？想像もできなかった。しかし浜中は、そうなると見ているのだ。そして多分浜中は、義雄などよりもずっと、人を見る目、世の中を見る目が、あるのだ。尻に敷かれる、というその言葉が、義雄には、どう考えていいのか、わからない。結婚というものの、糸口になるような気がした。尻に敷かれるっていうのは、どういう感じのものなんでしょう。やっぱり、大変なんでしょうかね。おどおどと、そんな質問をする義雄に、浜中はにやりと笑った。人間の生活っていうのはな。適当にやろうと思えば、それなりにできるかもしれないが、ちゃんとやろうと思えば、そうはいかない。着るもの、食べるもの、住むところ。そういうものをきちんと確保して、維持するっていうのは、大変なことだよ。炊事、洗濯、掃除、生活費の心配、家族の健康の管理、住居の修繕。他にもある。ご近所との付き合い、親戚との付き合い。その他もろもろ。子供ができれば、保育が必要になるし。成長すれば、学校の心配だって。
しなくちゃならない。金だってかかる。あいつは、そういうことを、適当にやろうなんて、思わないだろうよ。あいつの亭主は、それなりの協力を、求められるってことさ。その後、なぜか浜中は、愚痴り出した。話を聞いていると、どうやら浜中も、奥さんの尻に、敷かれているらしいのだ。酒の勢いも、手伝っているようで。だんだん、止まらなくなってくる。浜中が言う。家の修理、庭の手入れ。町内会の会合、子供の授業参観。ショッピングセンターへは、車で連れて行かされるし、次から次へと出てきやがる。まったく、女ってのは。いいか、俺はな。スーパーマンじゃないんだからな。やめといた方がいいですかね。とよしおが言った。何を、結婚するのを。すると突然、手のひらを返したように。浜中が言う。どうして、あいつの尻の下は。意外と、いいかもしれないぞ。だいたい、ああいうのが。お前についてれば。お前も少しは、使えるやつに。なるかもしれないし。浜中が、残り少なくなった、焼酎を。一気に煽って、空にすると。接客係に手を挙げて。同じものを、もう一つ注文する。一つ言っとくがな。今、あいつの前で。別の女に、気があるような。ふりなんか、するなよ。お前の魂胆なんて、簡単に見抜かれるし。その程度の男かと、思われたら。あいつとは、終わりだぞ。と浜中が言った。浜中の話を聞いた後、よしおはもう一度、陽子を誘おうと思った。もし、浜中の言う通りなら、陽子と疎遠になったまま、時が過ぎてしまうのは、まずかった。しかし、浜中は、ああ言ったが、陽子がよしおをどう思っているのか。それを本人に確認したわけではない。誘っても断られる可能性もないわけではない。それにもし浜中が言うように、陽子がよしおとの結婚を望んでいるとしても、よしおにそれをどうするという答えがあるわけでもない。しかしよしおは陽子と仲直りがしたかった。
仕事が終わって、駅に向かう陽子を追いかけて、よしおは声をかけた。夕食、食べに行かないか？すると、いいよ。と、陽子は言った。3週間、よしおは悩んだ。陽子に嫌われてしまったと思っていた。陽子との関係は、もう、終わってしまったのかもしれない。そんな風にも思った。そしてもしかしたら、陽子も悩んでいたのかもしれない。しかし、その日二人は、何事もなかったかのように、自然に接することができた。いつものように食事をして、いつものように話をした。再生リスト14に続きます。